んにちは、田口恵美香です。とってもね、久しぶりの、YouTube になります。これまでは、私実は、旦那さんだとかお友達にカメラで私のことを撮影してもらって、編集も全部外注さんにお任せしていたんですけど、それだったら自分に編集する能力が身につかないなっていうのと、自分のペースでどんどん上げていくっていうのが難しくなってしまうので、この度一人で撮影をなるべくやってで、編集もちょっとね初めてなのでうまくいくかわからないですけど、なるべく自分自身でやっていこうっていう風に決めました。編集がね下手なところ、撮るところが下手なところ、いろいろあると思うんですけど、その成長も見届けていただけたらなと思います。うちですね、即圧サロンうっこっけーという名前のお店をやっているんですけれども、ここ今お店の前で撮っているんですが、2店舗目を三重県の伊賀市でオープンすることになりました。その伊賀市の山奥でね、2店舗目をオープンするんですけど、その看板作りをやっていきたいと思います。ちなみに1店舗目の看板はこんな感じです。じゃじゃーん。これもね、私が描きました。はい。こんな感じのイメージで2店舗目もやっていこうかなというふうに思います。うこっけーさんたちと一緒に作っていくんですけど、砂浴びしてますね。砂浴びしているのがトミーくん。はいよ。何？僕映してって。はい、わかった。はい。これね、鶏に詳しくない方は砂浴びって何なんだって思われる方も多いと思うんですけど、これ実は鶏にとってのお風呂です。はい。湯船に入ってないじゃん、水使ってないじゃんっていう話なんですけど、これ砂を自分の体にですねたくさんこすりつけることによって、砂によって体の汚れを落としているんです。はい、後ろでねおむつを履いているジュリー君も今砂浴びしようとしてますね。うかっけー。さあ、では早速描いていきたいと思うんですけど、どんなデザインなのかというとこんな感じです。2話目のうこっけーという風に書いてありますが、こちらですね、私がデザインしたわけではございません。リムさんというデザイナーの方に1店舗目に引き続き2店舗目のイラストもデザインしてもらいました。これが私ですね。そしてブルーのウコッケが旦那さんをイメージしていまして、私が旦那さん頑張れよと先導しているイメージですね。そして旦那さんがこれから2店舗目で山ごもり修行をしていくので、その修行のイメージも込めて、こんなロゴにしてもらいました。かけかっか。さあ、道具紹介をしていきたいと思います。看板は何？松くん来たの？松くんが混ぜてって来ました。松くん遊びに来た。ママって来た。そっか。松？甘えん坊の松くんです。はい、遊んであげ。こちらですね、木の板を買ってきました。ホームセンターに売ってる普通の木の板になります。すごく安いハケ、一番安い。これで1本130いくらだったような気がします。はい。一番安いやつにしました。でですね、ペンキで服が汚れてはいけないので、うちにあった一度も着ていない、いらない
って言ったらもうセーターに申し訳ないんですけど、いらないセーターと、これなんか福袋で買ったんですよね。あとうちのおばあちゃん、知恵のおばあちゃんが履いていた、ズボン、これに着替えてきます。はい、着替えてきました。これでペンキ塗りやっていきたいと思います。私はですね、下書きをしないタイプなので、もう一筆書きでいきます。いや、どうして下書きをしないのかって、単純に面倒だからです。もうめんどくさいことがすごい苦手で、鉛筆で下書きをするっていう手順ですら面倒だなという風に感じてしまいます。やっぱりね、手書きじゃない看板も世の中いっぱいあるんですけど、手書きの方がまあ温かみはありますよね。手作り感満載でね。まあその2店舗目の特徴がですね、今あるお店よりもさらに山奥にあるという点なんですね。ということは、よっぽどそこの場所に行きたいって思わないと来てくれないわけですよ。私たち夫婦とウコッケイに会いたい、あの山にわざわざ行きたい、そう思ってもらえるような価値を全面的に、少しずつにはなるんですけど出していきたいよねって思います。あたあたリゾートっていう名前のリゾート施設の一角を賃貸として借りて6畳ぐらいのスペースなんですけど、店を営業するわけですね。そのあたあたリゾートがもう劇的に面白いんですよ。三重県にこんなパンチの効いた場所ありますかっていうぐらい、いい意味でものすごい癖が強い施設なんです。カフェ&ショップって書いてあるカフェがあるんですけど、無人のカフェなんですよ。冷蔵庫が置いてあって、そこから好きなペットボトルのジュースを取ってください。で、お金は貯金箱へどうぞっていう、人を全面的に信頼しているスタイルね。最高ですよね。それを山の奥に作ろうと思ったオーナーさんのそのセンスが、やっぱ芸術爆発してますよね。そのあたあたリゾートという魅力をですね、こんなシュールな場所が三重県にあるんだよと。で、あたあたリゾートに自分の価値観がガチッとハマる人って相当癖が強い人だと思うんです。私癖が強い人大好きなんです。だから今後うちの2話目のウコッケイに来てくれる人って相当癖が強いお客さんだと思うんですよ。で、すでにあたあたリゾートに来ているお客さんも癖が強いと思うんです。その癖強な人たちに囲まれて仕事をするのがすごい楽しみだなぁと思いますね。前職がマスコミ関係だったので、いろんなこう村人からいろんな芸術家、ディレクターさん、プロデューサーさん関わってきたんですけど、結果癖が強い人が一番好き。癖が強い人と喋ってたら、もう自分の全身の毛穴がバーッとこう開いて
エクスタシー感じる。そんなとてつもない幸福感に包まれるんです。即圧っていう仕事って1対1で関わっておしゃべりしていく仕事なので、思いっきりそのクセ強の人たちの人生を知りたいよね。そんな仕事したいから2番目の動く系をやるっていうのももちろんなんだけど、好奇心、遊び心がすごく強いです。はい、とりあえず色塗りまでは完成しました。じゃあお洋服ね、ピンク色から塗っていきます。これいい色だよね、本当にね。鮮やかな色でいいんじゃないですか。素晴らしい。うわ、一度も洗わずにつけたのでピンクになっちゃった。ブルーはもっと上から重ね塗りします。うわうわ、最悪、めっちゃ垂れた。ティッシュ。お、すぐ修正できました。うわ、また垂れた。ここを拭けばいいか。ここを拭いて水分取っといてからのブルー。いいんじゃないですか。ここをもう一回ブルー塗りたいね。やっぱね、乾いてないうちに。こういうとこせっかちなんだよね。はい、お、綺麗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 、いいね。ではラスト、黄色い絵の具を塗っていきます。絵の具じゃないか、ペンキか。おー、はい、完成しました。2話目のウコッケイの看板が出来上がりました。ちょっとね、あ、絵の具じゃない、ペンキが右側垂れてきてるね。これ急いでこの後拭きますが、で明日ニスを塗って完全に完成になります。はい、いかがでしたでしょうか。ちょっと DIY やってる方からしたら雑かもしれないんですけど、私的にはもうこれ100点満点です。うこっけ。今日は看板作りにチャレンジしましたが、いかがだったでしょうか。2店舗目のお店作りは意外と時間がかからなさそうなので、そんなに動画のネタとしては、たくさんアップするっていうことにはならないかなと思うんですけど、まあでもね、2店舗目のあるね、さっきのとってもシュールなリゾート施設、あたあたリゾートを紹介する回であったりだとか、あとはまだオーナーさんに許可を取ってないけどオーナーさんとおしゃべりをする回であったりだとか、いろいろとこれから2店舗目のこともご紹介していこうと思います。ということでね、この看板どうだったか、もしよかったらコメントでお待ちしています。田口恵美香でした。バイバーイ。